こんにちは、快適アートです。今回は水彩絵の具やアクリルガッシュを使ってイラストを描いていきます。彼岸花と女の子の絵を描こうと思います。まずはエスミの銘とウェーバー絵層の岩彩セットを使って色塗りをしていきます。今回は去年描いた彼岸花の絵に出てきた人物像を別の画風で描いてみました。最初から同じ人物の設定で描こうと思っていたわけではなかったんですが、気がついたら勝手に同じキャラデザになってしまいました。私はお花と女の子を描くときに、そのお花の形とかそのイメージとかを髪の毛の形に応用したり、服の形状に応用することが結構多いです。彼岸花の場合はお花の真ん中の部分から伸びているおしべやめしべの放物線のラインとかがすごい特徴的だなと思うので、なんとなくストレートのロングヘアが似合うなっていう風に思います。髪型と彼岸花に囲まれているっていうシチュエーションは去年の絵と同じなんですが、ポーズや画風をちょっと変えてみました。今回の絵はあまり省略とかをせずに詳細に描いていきます。イラストの種類で言うと、この前描いたひまわりのイラストでお話ししたセミリアリズムというジャンルになるかなと思います。私はモデルさんを用意して描いていないので、完全に想像だけで空想の人を描いています。人物の描き方についてよく質問が来ているんで、少し解説をしておきます。一番多いのが参考資料についてなんですが、私はいつも3種類参考資料を用意しています。1つ目は自分で描いた下絵です。これは結構手癖で描くというか、自分で気持ちがいいように描いていくっていう風に心がけています。それは形が合っているかどうかとか、実際の人体とか顔のパーツと合っているかはあんまり必要ではありません。自分が面白いと思った構図や構造になっているかとか、あとは表情が豊かに見えるように描いているかっていうところが重要です。で、もう一つは同じポーズをとった自分自身を撮影した写真です。やっぱりカメラアングルとか細かい手とか目とかの表情っていうのは自分でやるのが一番イメージに近いので、そういうのを参考資料として準備します。そして3つ目には顔のパーツのメイクアップ後の写真を用意しておきます。メイクが上手な人がやったメイクを参考にしますので、画像検索で探します。アイラインとかアイシャドウとか、あとはリップとか、そういう風に調べて、その時に出てくる写真を参考として使います。そういうので出てくる写真って結構鮮明で、色味とか質感とかすごくこだわって画像が作られているので、そういう綺麗な写真を見て参考にしています。今回の絵では髪の毛が前回のイラストと同様に8の字型に広がっているような感じで弧を描いた髪を描いていきます。最初の方はあまり細かく描いていかずにラフに塗っていきます。水を紙に染み込ませてから色をにじませていくとふんわりと色が乗るので、髪の柔らかい質感を表現するときにいいと思います。
ある程度かけてきたら細かい線を入れていきます。今回の絵はかなり細かい絵にしたいっていう大まかな予定があったので、最初から細かい線をちょっと入れていきます。細かい線は最後に入れていくのが普通なんですけれども、こういう風に途中途中で入れていくことによって、水彩の場合はレイヤーを重ねる時にそれがうっすら後ろに見えて透けるっていうので、絵の深みが上がっていくと思います。ここまでできたら彼岸花の線画を入れていきます。次はこちらのターナーのジャパネスクカラーというアクリルガッシュを使います。こちらのガッシュは普通のガッシュではなくてちょっと特殊なものです。日本の伝統色をイメージした色味でセルロースの粉が入っています。ザラザラとした質感と落ち着いた色味が特徴です。今回は白と赤系の色を主に使いました。少し水を加えて塗っていきますが、こんな感じの柔らかい発色の白です。今回は花の部分だけ違う質感にしたかったので、この絵の具を使ってみました。水彩絵の具も上から重ねてみたんですが、セルロースが入っているからなのか、ちょっと吸収されて落ち着いた発色になります。普通のアクリルガッシュは水彩を結構弾いちゃうんですけど、ジャパネスクカラーの場合は結構馴染む感じです。最初は全部赤い彼岸花にしようと思っていたんですが、下地として白でシルエットを塗ってみるとすごい綺麗だなと思ったので、予定を変更して真ん中の花以外は全部白い彼岸花にすることにしました。ジャパネスクカラーの白でまたシルエットを描き起こしていきます。白い彼岸花を想定して下塗りをしていきます。ウェットインウェットで絵の具をにじませています。下地の上から花の色を入れていきます。赤い彼岸花はお彼岸の時期にたくさん咲きますよね。結構不吉な花のイメージが強いと思うんですが、彼岸花と聞くとお墓を連想したり、毒があるからちょっと怖かったり、あとは火事になるから家に持って帰ってくるなと怒られたような記憶が蘇ります。でもこの花の形がとっても綺麗なので、私はすごいお気に入りの花の一つです。今回白い彼岸花を描いてみたんですが、皆さんは白い彼岸花見たことありますか？本州では白い彼岸花はあんまり咲いていなくてレアだと思います。この白い彼岸花は赤と黄色の彼岸花の交配種で、赤より繁殖力が弱いそうです。でも調べてみると九州には白い彼岸花が自生していて、しかも群生地もあるみたいなので、とっても行ってみたいと思いました。ジャパネスクカラーの白と赤い絵の具を交互に重ねながら立体感を出していきます。白い彼岸花の中で女の子の前のものだけ赤にして、手で包み込むようなポーズにしました。何かまじないをかけているイメージで、白い彼岸花が赤くなっていっているのか、それとも赤いのを白くしていっているのかっていう感じで塗っています。一つの動作で何パターンかの解釈ができるっていうのは、自分の絵ではよく使うテーマの一つです。例えば箱から物を取り出したのか、それとも入れている最中のポーズなのかみたいなことです。そういう解釈が分かれるっていうのはテーマが曖昧に見えてしまうこともあるんですが、個人的にはその曖昧さが結構好きだったりします。白い彼岸花の方も白い絵の具と水彩絵の具を何度も重ねることによって立体感を出しました。実はこの重ねて描くっていうのがすごい時間がかかっていて、この白を重ねていくっていう1レイヤーの作業だけでおそらく4時間くらいかけてやったと思います。
私の描き方解説動画でもっと簡単に彼岸花を描くっていう動画もありますので、もしよかったら見てみてください。そっちの描き方は線画なしで描いていくのでとっても簡単です。弧を描いて広がった髪の毛を彼岸花に絡めていく作業をしていきます。後ろに広がっている髪、花と絡まる髪のレイヤーに分けて描いていきます。長く伸びるしべを描き加えて花の仕上げをしていきます。白い線を引くところはかなり集中して描いていたのでちょっと録画を忘れていました。でもこの花びらの柔らかいラインときっちりとした緊張感のあるしべのラインの対比が綺麗だと思うので、ここのラインはできるだけ綺麗に描きました。最後はまつげとか細部を描き込んで完成です。ホワイトを入れてうるうる感を出していきます。点を打つようにハイライトを入れると皮膚の感じが出てリアルになります。唇もちょっとツヤツヤにしてみました。こんな感じで完成しました。去年のイラストと今年のイラストとでは結構変わりました。でも私の中では自分の好きなものとか好きな表現がこういうのだっていうのはどの絵にも共通してあるので、そういうのをいろんなスタイルに落とし込んで描いていくっていうのを楽しんでいます。そうしていろんなスタイルで絵を描くことで自分の個性がどんなんだとか、あとは自分のやりたいこととかを抽出できるかなというふうに思っています。
私の絵にはジャンルとか描き方に統一感はないかもしれませんが、これからもいろんなスタイルの絵に挑戦していくので、その中でちらっと見える私が好きなものっていうのが皆さんに伝わればいいなと思います。一緒にいろんなジャンル、いろんな描き方をこのチャンネルで楽しんでもらって、新しい発見とか日常の癒しとか、そういう風にこのチャンネルを利用してもらえればなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。